にグッドスマイルカンパニー主催のスマイルフェス東京に参加した感想なんかをしゃべるよ。大阪開催は6月21日22日だから、この動画作成時点ではまだ開催されてないね。写真のみだし、全写真データはファンティアに ZIP で載せてるから別に見なくていいかもね。感想も書いてるしね。スライドショー的な感じで当日の話とかをしていこうかと思うよ。まずスマイルフェスって何って人向けに、グッドスマイルカンパニーが奥吹きするフィギュアの祭典スマイルフェス。1000点を超える最新フィギュアの展示や、ここでしか手に入らない限定商品を多数ご用意。豪華商品が当たるキャンペーンも開催。昨年優祭のパワーアップとして皆様のご来場をお待ちしております。で、公式サイトには書いてあるね。グッドスマイルカンパニーとその関連メーカーのこれから発売予定のフィギュアをたくさん展示しているイベントだよ。フィギュアの他にネンドロイドやプラモデル、可動フィギュアなどいろいろあってみて楽しいイベントで、関連メーカーも30近くあって大ボリュームな展示イベント。しかも入場無料。そして入場特典に初音ミクキーホルダーやでっかい割り符バッグ、冊子などもらえるし、ネンドロイド用パッカンパーツなんかも並ぶけどもらえたり、イベント面も充実してるんだよ。ベルサール秋葉原でやるにはちょっと大盤振る舞いじゃないってイベント。当然すごい行列。10時半ぐらいに着いたんだけど、最後尾のここに並びました。正直帰りたいなって思ったけど頑張って並んだよ。幸いこの日は曇りのち雨で気温が低く、風もあったことから意外と答えなかったかな。並んだ時間は1時間程度だったと思うよ。海外ドラマ1本見終わって次の話が少し進んだところで入場できたから続きが気になりつつ入場したのを覚えてるね。入場すると初音ミクキーホルダーや冊子が配布されたよ。ワッフリバッグは1階から地下1階に行くエスカレーターで配布されたよ。キーホルダーは無料配布の割に結構ちゃんと作られてたね。入場すると1階はネンドロイドコーナー。ネンドロイドにまつわる話や歴史、新作の展示なんかがあったよ。とは言っても入場した人が一旦立ち止まる感じだったのでかなりの混雑。見る分には問題なかったけど、写真を撮るって状態ではなかったね。ここは一旦諦めることにして、人が減ったら来ようと思ったらなんと一方通行。そりゃこんな顔にもなりますわ。腹くくって見終わったらもう一回待機列に並ぶこと覚悟したよ。ネンドロイドの展示とは別にスマイルフェス開催にあたって X でやってたキャンペーンがあって、あなたの写真を載せませんかみたいなのがあったんだけど、実は応募してたんだよ。これアーシが撮ったやつです。初めは全然気がつかなくて、なかったかってちょっと落ち込んだりもしたけど、奥の方にあって見つけた時はテンション上がったね。別にコンテストとかでもないし、レギュレーションさえ守っていれば全員掲載なんじゃないかってくら量があったんだけど、やっぱり自分の写真がこうやって載ってるのを見ると嬉しいね。 X のフォロワーさんの写真が載ってるのを見つけたりするのも楽しかったよ。もし来年開催された時にも同じようなイベントがあったらチャレンジしてみてね。レギュレーションがあるからそこは見ておこうね。ネンドロイドコーナーを抜けるとフィギュア展示、グッスマと寝たんじゃないかってくらい力の入っている初音ミクさん特設展示。少し大きめのホールにフィギュアが舞台とビッグ待遇の展示がされてました。ネンドロイドだったりグッスマレーシングだったりとズブズブな関係だからね。このビッグ待遇にも納得かな。一緒に成長してきた感じあるよね。初音ミク展示の次はグッスマのカバーズという新シリーズとリメイクだったり新作展示だったりと続いてたよ。カバーズは人気作品とイラストレーターのタイアップ企画っぽいね。続報に注目かな。リメイクに関しては過去のものを現在の技術で再作成するっぽいよ。その他フィギュアをプラモ化だったりガレージキット化についてもあったね。この後の1階部分はグッスマ系列の新作展示、地下1階はグッスマ系列、2階は関連メーカー展示。そう魔境です。シャッターを押す指が疲労困憊で、後半はシャッターボタンが重く感じられるくらいあったよ。次に地下1階に行くんだけど、ここではフリーバッグ配布はちょっと違ったかな。あれすごく大きくてしまうのも大変だし、かといって持ってるとスペース取るしで退場時に配布でも良かった気がする。エスカレーター降りるところでなんとなく断りづらいタイミングだったし。さて地下1階はグッスマ系列のフィギュア展示、ホロライブ、ニケ、ブルーアーカイブ、
マ娘、今のサブカル業界を席巻するコンテンツのフィギュアだね。薄い本だね。まあこの辺り手を出していないのであまり詳しくないんだけど、絵とかいっぱい流れてくるしなんかよく知ってるんだよね。多分隣に住んでる人のことよりよく知ってる。大人気コンテンツの次はコッパレ、グッスマの低価格帯フィギュアだね。低価格帯をいいことにネタにも走るカオスだったよ。もちろんちゃんとしたのもあるよ。このシリーズも出始めはプライズよりちょっといいってぐらいだったけど、最近はかなりレベル上がって良くなってるね。その他はメカや可動フィギュア、プラモがあったんだけど専門外だしあまり興味がないのでさらっと流しちゃったかな。これで地下1階は終わり、次の魔境2階、関連メーカーのフィギュアがぎっちり展示されているところだよ。正直もうちょいスペース広げてもいいんじゃないってぐらいぎっちりだったよ。まあぎっちりの原因は分かってるんだけどね。フリーイングのせいだよ。これパッと見た感じなんかよくわからないと思うんだけど、南米店の歯、しかも展示してるフィギュアほとんどが4分の1サイズ。展示ケースのリース会社も困ったんじゃない？ちなみに3分の1はもう一つあるんだよね。60cm 超えてるよね。これ2つぐらいならギリタイなんだけど、南米店の歯、いやいつものフリーイングなんだけど、改めて冷静に考えてみるとやばいよね。そんなこんなで展示スペースをだいぶぎっちりさせたフリーイングだけど、各メーカーも結構な数出していたよ。見るための列もできていたね。紹介しきるには皆様の貴重な時間を大変消費してしまうのでダイジェストでお届けするね。気になる人は全データファンティアに置いてあるからそっちで見てね。アカウント持ってれば誰でもダウンロードできるようにしてるよ。 YouTube 的に配慮が必要そうなのも全部配慮ないよ。全年齢向けイベントとして OK なのか怪しいけど、まあスマホゲームで出てるし大丈夫かな。 3mm 穴付きセーレバ、薄い本でよく見るやつ。全年齢は無理でしょ。全年齢ギリたい。横から黒いの見えてました。どれくらい出るのよ。学マスフィギュアもっと出そうで怖い。予約してる。ギリ配慮と、まあこんな感じで魔境の2階でした。だいたい全部回って撮影してたら16時ぐらいになってたかな。地味に変な体勢をとることが多いから足腰が悲鳴を上げたよ。16時ぐらいになっても展示スペースにはかなりの人がいて大盛況だったね。入場待機列も40分見込みとか公式アナウンスもあったね。定期的に公式が入場待機時間をアナウンスしてくれたおかげで再入場のチャンスを伺いやすかったのはかなりポイント高いかな。というわけで16時に退場して待機時間を見つつ休憩しました。18時にもなると15分見込みって案内になってたけど、正直もっと早かったと思うよ。18時過ぎからどうも物販のフリー入場を開始したようで展示はかなり余裕があったから、ここからはレンズを切り替え気になったものを撮っていったよ。高倍率&ハーフマクロレンズを生かした太めの撮影。いややっぱりこのレンズはこういった展示会で威力を発揮するね。ケースの外側からでも余裕でピント合うし、ケース後列でも難なく撮れる FE70200mm F4 マクロ GOSS2 って言うんですけど、どうです？一本レンズの話はどうでもいいね。あ、でも撮影したい人もいると思うから持っていったレンズの話もしようか。前のレンズ動画で紹介してるけど 20mm、70mm と 70mm、200mm の2本コンパクトなクリップオンストロボでいったよ。はじめは 20mm、70mm のレンズで回って、その後 70mm、200mm で気になるものを撮るって感じだね。70mm 始まりだと前傾を撮るにはちょっと厳しいんだよね。ちょうどこれが 70mm で少し体を後ろに反らして撮ったやつ。下がろうにも後ろも展示スペースだから厳しいね。クリップオンストロボはこれゴドックス IE32。 とにかく軽くて光量も展示会で撮るには上々。直接照射してるけどアクセサリーなんかでうまいことやれば影がもっと綺麗にぼやけるかもね。まあ個人でやる展示会撮影なんで別にそこまでこだわらなく
TT600 に比べて全然疲れないから長く撮れるよ。おかげで3000枚近く撮っちゃったけど、設定は F8、シャッタースピード100分の1から100に15分の1、ISO100、これをベースにして、あとはストロボの光量や向きを変えて調整したよ。まあ SS は焦点距離や本体の手ブレ補正性能で変わるから、事前に自分がどれくらいならいけるか試すといいかもね。アーシは 200mm でシャッタースピード100分の1なら集中しなくても手ブレしないからこれくらいで設定してるよ。といった感じでスマイルフェスの展示でした。完走した感想ですが、すっごい疲れたけど楽しかったよ。これだけの展示を見る機会はそうそうないからね。並んだり混雑は避けられないけど、時間を調整すればうまく見れるかもね。まあ去年の夏のワンフェスに比べれば全然大したことないし、誘導もしっかりしていたから動画見てたらついてたって感じ。なんといっても無料イベントだから多少の不便があってもまあ無料だしなって思えちゃう。でも物販とかに行きたい人はちょっとしんどいかもね。10時半に並んで入れたところには物販整理券はかなり遅い時間になってたし、売り切れもあったね。展示以外を目当てに行くなら相当頑張った方がいいかもね。物販の改善は次回開催に向けて何かあるといいね。まあでも無料イベントだしな。物販狙うなら大阪会場の方がいいかもね。それじゃ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次も気が向いたら動画作ろうと思うので、よかったら見に来てください。あ、よかったら高評価やチャンネル登録とかしてくれると嬉しいかな。写真はファンティアにまとめていて、ファンティアのアカウントがあれば誰でも見れるから、そちらもよければ概要欄